はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのボロス祝祭アグロを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新しいキーワード、祝祭をフィーチャーしたデッキですね。祝祭は2つのパーマネントを出すことで誘発するのですが、熊野と活火山の退治や魅力的な圧巻で簡単に達成することができ、ボロスアグロだとかなり強力に使うことができます。ゴドリックの44飛行速攻も強力なのですが、アッシュは殴るたびにどんどんとでかくなっていくので、打点で言えばアッシュの方がでかくなっていくことも多々ありますね。また、レッドキャップのドブズマイも祝祭要因としての役割もあるのですが、長期戦においてはどんどんとでかくなりながらアドバンテージも取っていくことができるので、思ってるよりもだいぶ強いカードでした。さらに魔女アトウイの劇場は赤系アグロにおいて革新的なカードで、基本的に1、2マナで5点火力を打つことができるので、セオルデッドの対処がかなり楽になりました。赤系アグロにおいてはメインサイド合わせて4枚確定で入るレベルのパワーカードかなと思います。またボロスは赤単と違って長期戦でも強く、サイドボードでガラリと軸が変わるのもそうですし、強力なミシラランド、眠らずの漏洩が使えるのも強いですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、際の方をどうぞ。さあ、やっていきます。こちら後手。悪くはないハンドですね。先手だと結構強いハンドではありますが、さあ、相手はワンマリガンでスタート。白黒、ミシラランド。おそらくコントロール系のデッキかなと。さあ、まずは熊野と活火山の対峙で、1点を飛ばしていく。エスパーか、もしくは、普通に白黒コントロールですね。白黒コンっぽい。さて、2マナのクリーチャーがいないということで、ここは、一旦古参品を出していきましょう。古参品はね、速攻がついていないんですが、祝祭要因として結構ね、優秀な生物ですね。さて、ということで、活火山の退治がひっくり返ってからのゴドリックを出していく。これで44飛行速攻。これがやはり強いですよね。さあ、一気に残り11点まで。さらに、火力が6点分あるということで、この試合に関してはもうそのまま押し切って、はい、ここで投了ですね。GG。相手がコントロールなんで、長期戦向けにサイドボード、がっつり入れ替えていきます。重たいカードと、長期戦用のカードを全部入れて、で、火遊びとか、3マナ3点火力とか、こういう、ちょっとね、コントロール相手に弱いカードを全部抜いていきます。さあ、1本目勝って2試合目。これはキープしますか。1、2、3、4と動いていけるハンドなので、かなり理想的なハンドではないかなと。あとは白マナを、もう1枚引けるかどうかですね。さあ、相手はワンマリガン。お、いいですね。さあ、これで4ターン目までの行動がもう、確定した状態ですね。赤タンはね、やっぱりサイド後かなり弱くなってしまうんですけど、ボロスの場合は、こういう感じで、かなり長期戦を意識した、サイドボーディングができるということで。さあ、ここは痛烈な一撃で2点ゲインをしながら除去っていく。完全にアグロ用のサイドボーディングをしている感じですね。さあ、まずは殴ってみましょう。除去は持っていない。カウンターはないので、これの発表を出していきましょう。さあ、コントロール相手はね、やっぱり、これの発表が強いということで、お、セラの模範。殴っていきましょう。これあれだな。土地を置かなくてよかったか。A ガンズを多分、使っていくんで、はい、ブロックしてくれる。A ガンズを使ってからミシェルランドを置くのが良かったですね。さあ、模範はしっかりと除去って、さらにワンドローしていく。ただ次のターンはおそらくもうホーローを出すターンになるので、ミシェルランドは起動しなさそうですね。出したとしても。さあ、そのままターンを出してくる。おそらくこれはホーロー構えかなと。ただそのまま殴っていいですね。マイナス使ってきた場合は、熊野と活火山の対峙でホーローを除けられて、で、トークンを出してきた場合はホーローのプラスで対処できるので、はい。さあ、ホーロー出てくる。マイナス1。うん。これで多分11をブロックしてくるんで、ホーローのプラスで対処していきましょう。さあ、これで相手は、クリーチャーが残らず、
と、固まりましたね。これ即再起動します。さあ、間に合うか。まだ土地置いてなくて、で、このターンちょっと熊野と活火山の退治出したいんで、間に合うといいですが。お、セーフ。さあ、ということで、土地置いてから、退治を出していく。さあ、これで、相手は、まあ、フォローのマイナス1を使うしかないという感じですね。まあ、プラスしてくる可能性もあるっちゃありますが、まあ、横並びされた方が、どっちかというと、きついですね。さあ、どちらで来るのか。お、プラスしてくる。なるほど。からの軍備放棄。うん。お。さらに軍備放棄。まあ、一旦仕切り直しですね。さて、お、火力引く。まあ、これはもう、ホールを倒していきそうですね。さあ、活火山の退治も出して、まあ、ライトニングストライクで、ホーローも対処していきましょう。まあ、2枚目のホーローを持たれてた場合が、ちょっと辛いかなっていう感じではありますね。まあ、ただこの、1試合目爆速アグロからの、この長期戦にも耐えれる構成ということで、まあ、ボロスの魅力はね、しっかりと伝わるいい試合ではないかなと。まあ、基本的にはこっちの方が結構有利な感じですね。さあ、2点を打っていく。残り1まで行くんですが、まあ、普通にホールをプラスでいけるんで、さあ、活火山の退治がひっくり返っていく。まあ、普通に3-3作っていきましょう。うん。あ、4-4か。このやっぱ婚礼の発表も強いですよね。どんどんと、まあ、後々出てくるトークンがでかくなっていくんで。まあ、こいつは殴りそうかな。まあ、ミシュラランドもあるということで、殴って OK かなと。さあ、残りライフ10点まで。まあ、このミシュラランドも、素で33のサイズなんで、まあ、さらに、ホーローでプラスすることもできますね。さあ、殴ってくる？まあ、ホーローを持たれている可能性はありますね。まあ、もしくは除去を引いてるのか。まあ、ただ、ホーローは2枚目もあるんで、どちらでも、対処はできますが。さあ、そのまま解決？まあ、これは多分、ミスですね。まあ、おそらく婚礼の発表の見落としかなと。さあ、3、4が出てくるんですが、まあ、基本的にはこちらがかなり、ガン有利な状況。さて。これはもうミシュラランドも殴っていきましょう。サイズを、443体で殴ることができるんで。さあ、ミシュラランド殴って、さらにでかくしていくことができますね。さあ、44が3体の状況。まあ、1点足らないですが、相手はまあ、スルーするしかない。さあ、残り1点まで。まあ、ただこの、ミシュラランドがある都合上、相手に、まあ、国別とか引かれても、全然 OK ですね。さあ、城塞起動。まあ、おそらく、思い出アタック、かなと。さあ、2点ゲインはしていくのですが、まあ、2マナで対処することは不可能なため。まあ、この赤白ミシュラはね、今回新しく追加されたミシュラランドの中では、多分最強格ですね。ここで同様と。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。これはまあ、キープですね。まあ、割といいハンドではないかなと。アッシュも、まあ、すぐにでかくなっていきそうですね。さあ、相手こういううち。レジェンズかな。まあ、レジェンズも、2種類タイプがいますよね。まあ、最近はミッドレンジ型の方が多いか。さあ、構えてくる。まずは足を出していきましょう。カウンターを持ってるのか、これは。ミッドレンジっぽいですね。
うん。ミッドレンジだとすると、まあちょっと、メインの相性は悪そうな感じかなと。さあ、エーデリン。うん。まあ一旦殴ってみますか。アッシュ出して、まあこれも33まででかくなっていくので。で、相手はこれ見た目ブロックしたい感じはありますよね。ブロックしてくれたらありがたい。お、ブロックしてくれる。さあ、これは火遊びで落としていきましょう。さあ、なんとか、まあ、エーデリンも対処はできてはいますが。さあ、4マナ目から。の、タリオン。これ2指定されたら結構きついですが、まあ2を指定しますよね。うん。まあ、殴ってはいくんですが、まあ、相手はブロックしないでしょう。はい。さあ、5点取って残り12点。まあ、ここは3点火力を構えて、ターンを渡していきましょう。ドレッド、はい。これ、ちょっときつくなりますね。まあ、相手がブロックしてくれたらいいんですけど、ブロックはさすがにしてこないでしょうし、まあ、とりあえず殴ってみましょう。5点火力を引ければね、楽に対処できるんですけど、5点火力、メインにね、2枚しか入れてないんで、まあ、さすがにブロックはしないでしょう。お、ブロック、まあ、さすがにね。はい。さあ、残り7点まで。これね、火力6点分あるんですけど、まあ、結局、ドレッドでどんどん回復されちゃうんで、で、タリオンもいる都合で、2マナのスペルを使うと、相手にカードを引かれてしまうため、まあ、結局ドレッドでゲインされてしまうっていう、まあ、かなり厳しい状況ですね。タリオンかドレッドどっちかだけだったら、まだ全然いけるんですけど、さらにデニック。うん。これはさすがに GG かな。まあ5点火力を引けるかどうか。まあこういう値を使わせたいんで、ライトニングストライクをデニックに打っていきましょう。さあ、タリオン誘発で、ワンドロー。で、ワンドローで、ドレッドからの2点ゲイン。さあ、こういう値は使ってこない。まあ、そらそうだ。まあ、こうなると、さすがに負け濃厚ですね。さて、引かず、さすがに無理か。さあ、ドブ住まいを出していきますが、まあ、これが通って、で、能力で5点火力を探し当てて、かつ、こういう値を構えられないっていう状況じゃないと、かなりきついですね。さあ、ドブ住まいは通っていきますが、相手がね、なんか結構止まってきてるんで、まあ、書き消しと除去どっちも持ってるみたいな感じな気はしますが。さあ、カラスの男。まあ、こういう値は構えてくると。さすがに、無理かな。さあ、ラットを、生贄に捧げていきましょう。土地。まあ、さすがに無理か。さあ、さらに2点ライフルズ。まあ、このターンに勝てないと負けなんで。まあ、ドレッドがね、やっぱり対処できないと、どうしてもこうなりますね。さあ、ということで、5点火力を追加で2枚入れて、で、まあ、除去が多い、相手ということで専門家を入れて、まあ、重たいパターンでいきますか。サイドボード15枚全部入れて、で、コントロール相手に弱いカードを、抜いていくと。動物マイもね、コントロールにも結構強いんですけど、まあ、ただ、放浪の方がさすがに強いということで、こんな感じでやっていきます。まあ、あとはふんわりと、ちょっとずつ抜いていくと。さあ、1本目負けて2試合目。キープしていきましょう。割とバランスいいハンドですね。1ターン目から3ターン目までの、行動は、しっかりとあるということで。まあ、ただ白マナがないのが、ちょっと懸念点ではありますね。ミレックスで、まあ、1回はね、起動することはできるんですが。さあ、相手ワンマリガン。さて、とりあえず、退場を出していく。まあ、アッシュが除去られなかったらっていう感じではあるんですが、
まあ、あとは、白魔の引けたら、まあ、アッシュも、墓地から回収できるということで。さあ、まずは33で殴っていきましょう。さあ、残り16点まで。まあ、次のターン、白マナを引くか、まあ、もしくは3マナ以下の速攻クリーチャーが欲しいですね。うん。まあ、これはもう3点火力を構えるしかないんで、そのまま殴っていきましょう。できればね、アッシュもでかくしていきたかったですが、ただ、はい、ここはまあ除去を引いていると。さあ、2点通ってから、まあ、白マナがあれば、ここは、救出専門家を出していきたかったですね。さあ、ここはギックス。うん。まあ、ちょうど3点火力があるんで、打っていきましょう。さあ、白マナが欲しいが、白マナ引かず。うん。まあ、ゴドリックさすがに出しそうですね。うん。さあ、5点入れて残り7点まで。まあ、言うてなんだかんだもう、この点数ということで。まあ、このターンドレッドとか出してくれる方が、まあ、やりやすい感じはありますね。さあ、ここはタリオン。まあ、さすがに4は指定してこないでしょうから。お、3。まあ、とりあえず殴るか。殴って、5点火力打ってから、で、まあ、古参兵も出していきましょう。さあ、残り2点。まあ、全除去だけがちょっと、って感じですかね。まあ、ただ、白花引ければ、専門家も出せますし、まあ、ミレックスもあるということで、まあ、基本的には結構有利な状況かなと。さあ、ローナ。ここで投了と。じじ。いや、爆速でしたね。さて、相手がちょっとね、タフさんの生物が多めだったんで、まあ、ライトニングストライク、ちょっと入れる感じで、行ってみましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。これは即マリガン。ワンマリですが、まあ、キープするか。まあ、ゴドリック1枚、ボトムに送っていきましょう。さあ、相手はオースロランドから。うん。まずは、タップインランド処理ですね。うん。まあ、次のターン、退治から、で、3ターン目ゴドリックまで。まあ、割と悪くはないのではないかなと。さあ、まずは退治。カウンターはないですね。さあ、除去はあるか。除去もない。なるほど。割と重めなハンドな感じですね、これは。さあ、3マナ目から構えてくる。構えてくるか。構えてくるんであれば、まあ、そのまま殴っていきましょう。ゴドリックカウンターされたくないんで、まあ、3マナインスタントもあるということで、そのままで OK かなと。さあ、通っていく。相手結構悩んでたんで、まあ多分除去は持ってる感じですね。まあカウンターと除去どっちとも持ってる感じか。まあちょっと動きにくい、除去ではありますが。さあ、タリオンを出していく。さて、数字は2をしていい。うん。お、5点火力を引いていく。これはいいですね。これゴドリックももう出せるんで、ゴドリック出して、で、3体で殴りつつ5点火力を打っていくと。いや、これがね、ほんと、魔女後追いの劇場の強みですね。殴りながら、1マナで打てると。さすがに強い。さあ、5マナ目を置いてくる。ラフィーン。うん。さて、これはどうするか。ミシュラ起動でフルパンも全然ありですが、まあ、もしくはホーローを構えてゴドリックだけアタック。うん。まあ、ゴドリックだけでいきますかね。まあ、もしくは3体でアタックして、3点火力構えてっていう感じもありですけど。まあ、結構ここは選択肢がありますね。除去を打ってくる。はい。除去を打ってくる場合であれば、まあ、これもうホーローを出していきましょう。まあ、カウンターも今は構えられないということで。ホーローを出して、プラスですね。
マイナスはまあ、ラフィーンでかくされたら落とされてしまうため。さあ、相手はこれをどう対処してくるか。一時的封鎖。なるほど。これは、どうだ？ただ、まあ、こっちの方がやや有利な感じではありますかね。さあ、ラフィーンで。お、土地。これはマイナスにもいけますね。はい。ということで、まずはラフィーンを、マイナス2で対処していきましょう。さあ、赤マナで除去ってからの、ここはもうミシラランド起動ですね。さあ、除去は持っていなさそう。さあ、3点通って残り5点まで。で、5点まで来ると、もうこの3点火力2枚で落とすことができるので。さあ、竹沼。竹沼は外れですね。まあ全部追放してるため。さあ、ここで投了と。オーケー。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。